こんにちは。若音、93歳の独り言です。戦後、昭和21年から昭和30年代の復興への道のりを振り返ります。終戦直後の日本は、焼け野原が広がり、人々は途方に暮れていました。都市部は特に被害が大きく、家を失い、食料や衣類もない人々がたくさんいました。私は横浜で空襲にあってから静岡に疎開していましたが、農家ではなかったので、町の人たちと同様に生活は困窮していました。静岡県でも静岡市内やお隣の清水の町は空襲に遭い、焼け野原でした。浜松や沼津もひどい空襲にありました。日本中が同様に空襲にあったのです。戦後の混乱期、焼け野原となった日本で、食糧難にあえぎながらも、闇市を生き抜き、家族と支え合いながら、懸命に生きた私の体験を綴ります。絶望と希望が入り混じる日々の中、人々は何を糧に生きていたのか、家族のぬくもり、助け合いの精神、そして未来への希望、私の目を通して、当時の日本の姿と力強く生きた人々の物語をお届けします。焼け跡からの再出発、食糧難、闇市、家族の絆、静岡で終戦を迎えて半年ほどして、親類のところにいつまでも居候しているわけにもいかず、横浜へ戻ることにしました。横浜も大空襲に遭い、壊滅的な状況でしたが、徐々に復興に向かっていました。終戦直後の光景。終戦直後の日本は、焼け野原が広がり、人々は途方に暮れていました。都市部は特に被害が大きく、家を失い、食料や衣類もない人々がたくさんいました。街全体が静まり返り、まるで時間が止まってしまったかのようでした。戦後の食糧難と闇市。戦後の日本はかつてないほどの深刻な食糧危機に陥っていました。この危機は複合的な要因によって引き起こされました。戦争による耕地の荒廃、農業労働力の減少、農機具や肥料の欠乏、さらには輸送システムの崩壊、台湾や朝鮮半島などの食料供給地域の喪失が重なったのです。配給制度は継続されていましたが、その量は成人の必須カロリー2400キロカロリーの半分程度、約1200キロカロリーしか賄えず、しかも遅配や欠配が頻発する状況でした。1945年10月には1000万人が施設が流れるほどの危機的状況となり、同年11月1日には餓死対策国民大会が日比谷公園で開催されるほどでした。この厳しい状況の中で誕生したのが闇市です。終戦からわずか数日後、東京の新宿や神戸の三宮などに最初の闇市が開設され、全国の主要都市に急速に広がりました。戦後は食糧難が深刻で、配給だけではとても生活できませんでした。人々は生きるために農村への買い出しや闇市で食料や物資を手に入れるしかありませんでした。特に闇市は危険な場所でしたが、そこに行かなければ生きていけなかったのです。私も幼い弟や妹のために何度も闇市に足を運びました。闇市では残飯シチューやおから寿司などの代用食品が売られていました。残飯シチューは進駐軍の食堂から出た残飯を煮込み直したもので、食べ物以外のものも混入していましたが、肉や野菜のかけらが入っていたため大人気でした。他にも工業用アルコールを薄めた危険な飲み物、爆弾なども
出回っていました。食料だけでなく、鍋釜や服などの日用品、軍需工場が転換生産したジュラルミン製フライパンなどの生活必需品、さらにはカストリ雑誌や古本、パチンコなどの娯楽品も手に入れることができました。闇市は違法でありながらも、当時の人々の生活を支える重要な役割を果たしていました。露天商や敵屋などの組織が地割りを仕切り、空き地に出店が密集する形で運営されていたのです。兄の栄養失調と戦後の暮らし、栄養失調で亡くなった兄のことは、今でも私の心に深い傷跡を残しています。女学校を卒業してからは、一家を支えるために必死に働きました。事務仕事から肉体労働まで、できることは何でもやりました。本当に貧しい生活でしたが、家族みんなで助け合って生きてきました。兄の死は、私たち家族にとって大きな悲しみでした。十分な食料がなかったために、幼い兄弟たちのために食料を分け与え、自分はあまり食べていないようでした。そのために命が失われてしまったのです。その悲しみを乗り越え、私たちは頑張って強く生きることを決意しました。女学校を卒業してからは、一家を支えるために、昼も夜も関係なく働きました。事務仕事だけでなく、女工として工場へ働きに出たりしました。生活は本当に貧しく、明日の食べ物にも困るような毎日でしたが、家族みんなで励まし合い、助け合って生きてきました。食糧難は1950年代にかけて徐々に解消されていきました。アメリカからの食糧援助が1946年3月から始まり、マッカーサーは食料を送らなければ暴動が起きると本国を説得したといいます。1949年以降は通常貿易による輸入も始まり、国内生産も回復していきました。闇市も1950年代初頭にかけて姿を消していきました。1946年8月の GHQ による撤去命令と全国一斉摘発、物資流通の正常化、そして統制の撤廃などが要因となり、1951年12月には東京都内の常設露店が廃止されました。家族の支え合い、戦後の混乱期を生き抜くことができたのは、家族の支えがあったからです。幼い弟や妹たちの世話をしながら、両親も懸命に働いていました。みんなで力を合わせ、励まし合いながら、一日一日を生きていました。家族は心の支えでした。幼い弟や妹たちは、私が仕事から帰ると、いつも笑顔で迎えてくれました。両親も大変な暮らしの中でも、決して諦めず、懸命に働いて私たちを支えてくれました。私たちは励まし合い、助け合いながら、困難な時代を生き抜いたのです。時には希望を失いそうになることもありましたが、家族のぬくもりと絆が私たちを支え、前へと進ませてくれました。この経験から私は平和と安定の大切さ、そして家族の絆の力強さを学びました。日本の歴史において最も困難な時期の一つであった戦後の食糧難の中で、人々は生きるための知恵と工夫を重ね、法と生存の狭間での厳しい選択を強いられながらも、驚異的な速さで復興への道を歩み始めたのです。今回はここまでです。戦後の闇市と復興についての独り言でした。チャンネル登録といいねボタンを押していただけると励みになります。コメントもお待ちしております。